今回はサーブのスタンスについて、8-2ぐらいでは、左足に乗ってる、これがなかったらこれまでの戦績とか、多分全く違ったものになった。皆さんこんにちは、小野田道久です。今回はサーブのスタンスについて高尾プロと解説していきたいと思います。高尾プロ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。下手に下手に高尾選手のステップインというのは珍しいというそうようなですね。感じを受けますけども、左足をですね、いわゆる動かして、サーブを打つっていうことなんですけど、もちろんこのステップインもそうなんですけど、やっぱりこのスタンスですよね、このスタンスのもちろん幅であったり向きであったりっていうのもありますし、今よく言われるのはこのスタンスを、右と左足を寄せないでサーブを打つのか、もしくは寄せて打つのか、もしくはこの右足も、左足の後ろ側に行くのか、もしくはちょっと右側に行くのかっていういろいろあるんですよ。これはね。この質問多分視聴者の方すごい多いんですよ。どどっっちちがいいんですかって、いいか悪いかとかいうより、そのプレイヤーに合ったやり方、そうですね、タイミング、打ち方にもよるんですけども、下半身ってやっぱりリズムを作るところじゃないですか。で今高尾プロがやってるこういうステップって、多分日本でやってる人、高尾選手以外は見たことないです。そうですね。僕もこれね、スタートしたのは、僕もともと左足は当然動かしてなくて、右足をに体重を乗せた時にトスを上げてたんですよ。でそこから右足を寄せて打ってて、スピン系のサーブがやっぱ多かったんですね。でそれをずっとやって、プロになって数年経ってやってって、グラスコート、いわゆるウィンブルドンとか予選とか出るじゃないですか。でそういうとこ行った時になんかね、サーブ&ボレーのいわゆるこの勢いがないなっていうのが。でハーフボレーとかばっかりになって、グラスコートだとイレギュラーばっかりするから、うまくファーストボレーができない。でサーブ&ボレー得意な、ネットプレー得意なのにグラスコートで勝てないっていう現象が起きて、なんだろうと思って、でウィンブルドンの予選の前に練習で左足をこう動かしてサーブを打ったんですよ。そしたらすごく前の行き方が楽になって、あれと思って、あれこれよくねと思ってもう自分でいい感触あるから、もうやっちゃえと思って。いきなりやったんですか？もう試合でやった。もちろん負けましたよ。負けたけども、自分の中であれこれ自分のものにできると思って、もちろんフットフォールトしちゃいけないから。これでフットフォールト取られたことあります？実際にはフットフォールトしません。なるほど。もう本当ギリギリの時はあったかもしれないけども、昔は本当かなりの後ろからやってたと。かなりグッと入ってた。今はもう本当ね、靴1個分2個分ぐらいしか動かさない。もうやっぱ体力的にも厳しいからそれはしないですけど、そういうのがいきさつがあって、でその後やっぱこうハードコートに行った時にすごいサーブの勢いがこうグッと増して、勝つチャレンジャーでゴッと勝つようになったその頃。僕一回真似したことがあるんですよ、実は。あるんですけど、やはり今のここの辺の足が気になっちゃって、こうやってできるんですけど、すごいいいなと思うんですけど、ここのボールとこっち両方気にしなきゃいけないから、やってるうちにちょっと疲れてきちゃってなんかあれこれいいけど、こっちもなんか気使うなと思ってやめちゃったんですけど、だからこの辺はちょっとこう後ろからやった方が、どれくらい動くかとかはね、この本当それこそフットホールド取られるかどうかっていうのも気になるし、
ありますけども、でもこれはね僕のやっぱこの身長とか体格を考えるとサーブというものにおいてすごく助けてくれたと思う。だからこれがなかったらこれまでの戦績とかは多分全く違ったものになったんじゃないかな。それぐらい重要なポジションを占めてよく見つけれた。世界の中では何人かねちょっとこう右側にスッと出したりとか、ちょっとこうステップインというかこう動かす選手はいたんですけど、別にそれをコーチがやれとか参考にしたらっていうわけではなくて、で自分がやるようになってから動かす選手ちょっといるななんて思って、やってましたけど、これステップインこうやるじゃないですか、こうステップインしたら、よく聞かれるのは、このトロフィーポーズの形の時に、体重移動は何対何ですかっていう質問すごい多い、すごい多いんです。わかります。例えばこうやってパッてきて僕だったら、8-2ぐらいでは左足に乗ってるっていうなんですけど、多分こういう後ろに足をセットアップする人は5-5だったり、最近ではなんかねこの後ろに体重かけてる人も中にはいるんですよ。なるほどね。で、足がこうやってかかとが浮いてる。昔それこそアガシとかがこうやってやったところってここ浮いてませんでした？サンプラスはこうやってやるけど、ちょっとねいわゆるこういうイメージかな。こう後ろ手を持ってきた時にアガシなんかはこういう感じで上がって、そこから膝をぐっとこう左側に寄せていく。かかとが要するにこういうふうに両方上がってってここから行くって感じですね。いわゆるジャンプする時ってね、かかとがついたままジャンプってありえないから、つま先方向にちょっと体重がかかって、そこからこうジャンプしてスッとこう体を入れ替えると思うんで、この足を揃えないっていうのも恩田プロが言ったように多分ねこの割合とかはね人それぞれだと思う。なるほど。で僕も僕はこのステップインをしてることはしてるんだけど、俗に言う右足を後ろにスッと寄せるタイプなので、ほとんど左足で体重乗っけておいて蹴るんですよ。でもこれが僕の感覚ではほぼ左足だけっていう風な感覚はあるんですけど、実際には右足でも蹴らないと上がらないんですよね。だからその辺が自分の感覚と実際にどれだけ力を込めてるかっていうのは感覚として分かってる部分と自覚がない部分とある。僕もともとねもうこの寄せないで打つってことがなかったんで、寄せないで例えばねこの打つだけだったら全然こうやって打てますけど、やっぱりサーブ&ボレーしようとか体重をぐっと前に乗せようってなるとすごく違和感がある。でも今の時代の選手たちなんかはほとんどがストロークをする選手だから、あまり前に乗ってぐっと前に行くっていうよりはいいバランスをとってここで打って次のストロークっていう人の方が多いのかな。僕も高尾プロと一緒でこう揃える感じではあるんですけれども、昔はちょっとやっぱり右足が少しこういうふうに右にスライドして上半身と下半身をこうちょっとひねってそこからこうやって打つタイプだったんですけど、右足がやっぱり軸足で強いと蹴った時にねこういうふうに後ろに移動しちゃう時があったんですよ。だからそこがちょっとこう不自然なのと、あと腰をちょっと痛めてやめて、そこから足をスッてこういうふうにつける感じ。僕も前に行くというかはその上に対して力をこう伝えていくっていうタイプだったんで、もう昔からこれですね、ずっとこれ。なるほどね。今もこういうふうにこう確かにここでも打てるんですけど、なんかこうちょっと違和感あるよね。わかりますそれは。でも最近さやっぱりフェデラーなんかはこの足をこうやったままこのままこうやりますね。やるじゃないですか。でその時にもちろんサーブ&ボレーする時もあるけども、基本両足では飛んでるけど、僕のイメージでは左足がちょっと強いんじゃないかなと思うんですよね。あまりこう右足に体重をぐっとかけるというよりは、ここにかけてるという感じ、ちょっとね難しいと思う。右足の方が後ろ足の方が強いっていうのは僕はあまりいいとは思ってない。でもそれはもちろん人によるものだから、右足にぐっと乗っててその方がサーブ打ちやすいんですって言うんなら全然構わないけども、両方の足が均等っぽいけども最終的に左を
メインとしてグッと蹴るっていうのはありかなと。最近よく学者が、フェデラーがこういうふうに打つ時は右足の方が高く上がってるって、それは確かにこう傾斜してこうなってるんですけど、前に行こうとすれば確かにこう前傾になって右足の方が高く上がるかなっていう、だからどっちを強く蹴ってるかっていうだけのこういう問題なんですけど、こうやってやったこともあるんですけど、やっぱり膝がこうなんていうの、開くというよりか同じ方向をこう向いてるから結局やっぱ左足の方がこの体勢の時には体重が乗ってるのかなっていう、でかかとが若干こうやっぱ浮くじゃないですか、こうやってやっぱ浮くんで、やっぱ左足重視で左足キックかなっていう感じはしますけどね。これ感覚の話ですけど、向きっていうんですかね、クローズド気味で打つのか、いわゆるちょっとオープン気味じゃないですけど、ちょっとこうまっすぐ揃えて打つのかっていうのも、それによってもやっぱサーブの良し悪しというか、やりやすいやりにくいっていうのはありますね。昔のマッケンローとかもそうですね、この背中向けてこうやって打つじゃないですか。でもこう打ちに行く時にはある程度こう打つ方向を向いてるっていうものなので、選手によってやっぱりいろいろ特徴ありますね。もうサンプラスなんかもう完全にこうなんていうの、ちょっとこう背中を向けてクッと入ってもうこう分かりにくいというか、背中向いて一気に開くっていう、向かせといて一気にガンともう打つ方向を向くっていう感じのもあるし、イバニセビッチなんかはね左利きでこうやって行ってちょっとオープン気味にこうやりますよね。オープン気味にやって、なおかつイバニセビッチの場合は左足をこうグッと先に出るので、恩田プロが昔やってたように、わざとこうクロスさせるんですよね。そういったものもあるので、僕なんかはやっぱりこうサーブ&ボレーを中心にやりたかったので、やっぱり後ろから前への力をうまく使いたい。それによってこのステップインというものが僕は自分のサーブのところにすごく合ってるかなと思いますね。下半身のこうリズムがスムーズですよね、こうやって。やっぱねトスがね上げるのがねこう流れでいきたいね。やっぱり試合でこうやってきて固まるじゃないですか、やっぱりトス上げるの難しくなってくるから、下半身からのこういうリズムがやっぱりあって打ってた方がいいのかもしれないです。手でスタートするんじゃなくて、もうこうパッとこうボールをついたら、僕はこの下半身のこの振り子のようなこの勢いで上げたいんですよ。だからこっちがうまくいかなくなるのは、もう僕もそれは試合とかですごい緊張感高くなるとちょっとずれたりするから、だからあえてそこに意識を持っていかないで、もうやったらもう足を動かしてそのまま状態が動いていくっていうのにあえてしますね。そういう僕も憧れがあるんですけど、僕は固めちゃうんで、どっちかというとこう右足を結構後ろにやって背中をこう向けるタイプだったんで、こうやって上にはこう行きますよ、当然こうやって上には行くんですけど、前に行くのは結構やっぱりトスを前にしてわざと傾かないとこうやってやっぱり難しかったですね。だから少しこうかかとをこうやって上げてこうやって始める時もやっぱありましたね。視聴者の方もやっぱり高尾プロみたいにステップインをしてこう打ってみたいなって方もいると思うんですけど、いいと思います。フットホールドさえしなきゃいいわけですから。基本的にはどれぐらい後ろに下がっておくもんなんですか？今は僕この辺りかな。今はこの辺りで十分。ラケット1本分はないですよね。ないですね。はい。半分ぐらい。こう空いてても僕はここにはステップインしません。これよりも全然手前です。なるほど。昔はもっと離れてた。20代ぐらいの。もうこんなぐらい。なるほど。これぐらい離れてて。それだったら1本ぐらい。そう、もういわゆるここからこういってたからね。ここが大きくなるとこっちもやっぱ大きくなるんだな、やっぱり。だからもうすごいいいスピードはもちろん出てたけども、それから徐々にここまでステップインしなくても似たようなサーブを出せるようになってきたんで、最初はそれをやりましたけど、もう体がなんかこういい意味で順応してきたらちょっと変えていったし、年齢とともにこの幅っていうのはちょっと小さくなって、変にここで体力を失ってもよくないからそういった工夫ですね。なるほど。視聴者の方にはやっぱちょっと一回試していただいて、遊び半分でいいと思います。少しこう時間感覚を空けて
もうね自分に合わないと思ったらやめていただいていいですし僕も遊びの感覚で始めたところから、こういう結果に今はね、そうやってツアーの中で使えるサーブをっていうところに行きましたけど、もしかしたら中にはねいいトス上がっていいこの振りができる方ももしかしたらいるかもしれないですから、ぜひぜひ試してみて、方もそうですねいろんなスタンスを、遊びで遊び感覚で試してもらえたらと思います。スタテにThank you so much for watching this video. If you like this video, please give us a like. By pressing the subscribe button, you can join the Star Tennis Academy right away. Your mobile device will instantly turn to a pro tennis school. Let us know what lesson you want to learn from us. See you next time. Bye!